ショッピングモールにゾンビ、なかなかそそるシチュエーションですよね。でもちょっと寂しいですよね。もっとたくさんのゾンビたちと遊びたいですよね。お姉ちゃんバラ並みにお兄ちゃんバラしたいですよね。ということでモッドを作ってみました。ロッターパラダイスモッドです。このモッドを入れるとロッターの数が10倍になります。これだけたくさんいれば寂しくないですよね。そしてロッター以外の敵がロッターに置き換わります。これで思う存分ロッターと戦えちゃいますね。周回プレイで気分を変えたい時とかに役に立つかもしれませんね。ただ一部のイベントシーンで敵を変更すると進まなくなってしまったので、そういうところは変更しないようにしてあります。また最終ステージは敵を2体以上にするとなぜか出現しなくなってしまったので、残念ながら出現数は増やせませんでした。あとパレスアテネの敵は出現方法が違うらしく、どうにも変更できませんでした。ここら辺はもうちょっと解析が必要ですね。ちなみにモッドのファイルを編集すればロッター以外の敵に変更することもできます。例えばトマトヘッド3倍設定だとか、ゲットーとダンサーの組み合わせで4倍設定とかですね。エクセキューショナー1倍設定ってのもできたりします。 RTX3080Ti の環境でもロッター以外の敵を出すと結構カクカクするので、最適化の具合的にあんまり敵を増やせなかったのかもしれませんね。でもモッドなら自分の環境に合わせて自己責任で調整できちゃうので、思う存分敵と戦ってみるのもいいかもしれませんね。モッドを入れるとクラッシュしたりセーブデータが破損したり、何かしら良くないことが起こるかもしれないので、何か起きてもくれぐれも公式へは連絡しないのが鉄則ですね。ロッターパラダイスモッドはネクサスモッツと GitHub で配信中です。最後にこのモッドがどうやって動いているか解説します。まずロミオ・イズ・ア・デッドマンはアンリアルエンジン 5.6 で作られています。エグゼファイルのプロパティを見るとバージョンが書いてありますね。アンリアルエンジンにはモッドを追加するための仕掛けがいくつか用意されています。1つ目はチルダモッツフォルダですね。キャラクターのモデルやステータスのデータ等が入ったパックファイルを解析し、上書きしたい部分をパックファイルにしておきます。そうするとアンリアルエンジンがゲームのオリジナルデータを読むのではなく、チルダモッツフォルダの中身を読んでくれます。2つ目は動的な DLL 読み込みですね。ゲームのエグゼファイルと同じ階層に DLL ファイルを置くとアンリアルエンジンが自動的に実行してくれます。 DLL ファイルの中にはプログラムが詰まっているので、プログラムでゲーム内の挙動を書き換えに行く感じですね。アンリアルエンジンでモッドを作る場合はだいたいこの2パターンが多いかなと思います。今回は2つ目の方法を採用しました。ただ DLL ファイルでゲームの処理を書き換えるのは非常に手間がかかるんですよね。そんな時に便利なのが UE4SS ですね。これはアンリアルエンジン 4.1 時代からあるツールで、ゲームの解析を助ける機能だとかルア言語で任意のプログラムを書けたりします。モッド開発を助けてくれるモッドですね。 UE4SS を起動するための DLL ファイルと UE4SS の本体が入っているフォルダを置くことでインストールできます。そして UE4SS のモッツフォルダにルア言語で書いたファイルを置くことでモッドを作ることができます。ロッターパラダイスモッドは UE4SS の力を借りることで作ることができました。モッドを動かすまでの流れとしてはこんな感じですね。モッドを動かせるようになったらゲームの動作に影響を与える方法を考える必要があります。 F モデルというツールを使ってゲーム内のデータをいろいろと調べてみました。マップ上に配置されている敵はそれぞれエネミーセットが指定されていて、エネミーセットの内容に応じて出現する敵が決められているようです。エネミーセットはデータテーブルという DB で管理されていて、中身はこんな感じです。ウォーカーというエネミーセットの1番目にウォーカーという敵が1体だけセットされているので、ゲーム上では1体の敵が出現している感じです。このエネミーセットにウォーカーを大量に指定すると、こんな感じでたくさんのロッターたちが歓迎してくれます。やっぱゾンビはいっぱいいた方が嬉しいですよね。
ちなみにエネミーセットには最大30体まで指定できるんですが、11体以上指定すると出現しなくなりました。おそらく出現ポイント1箇所ごとに出現面積の制限か出現数の制限がありそうですね。それとスポナーはエネミーセットの仕組みは使われておらず、スポナーごとに敵のリストが設定されていました。なのでスポナーのオブジェクトが生成されたら敵のリストを上書きするような処理を入れてあります。こんな感じでいくつかのデータを上書きすることによってロッターをたくさん出現させるモッドを作ることができました。ファミ通のインタビューを見るともっと大量の敵を出したかったと言っているので、製品のクオリティを担保するには今の量にするしかなかったんでしょうね。むちゃくちゃ大量に増やせるわけではありませんが、モッドなら自己責任で敵の数を増やすことができます。もしかしたらこういう絵面にしたかったのかなと思いを馳せてみるのもいいもんかなと思います。それでは来週もドッターたちと遊んでいきましょう。